こんにちは。今回は、大人気車種である日産オーラのエアリーグレー仕様をチェックしてきましたので、一緒に見ていきましょう。Now loading。まず、2023年8月時点での調査で分かっていることとして、日産オーラでは、本革シートを購入する人が半分以上います。その本革シートには、ブラックとエアリーグレーのいずれかを選ぶことができます。先日のこちらの動画で、本革ブラックシートの紹介をしていますが、ブラック色とも比較をしていきながら、エアリーグレー色の内装についても紹介していきますね。では、まず、エアリーグレー色シートのヘッドレストから見てきます。通常のヘッドレストとの違いとして、ヘッドレストにスピーカーがついていますね。このスピーカーのグリル部に布がかぶさっていますが、シートのエアリーグレー色と同色ですね。ブラック色のシートを選択すると、このグリル部がブラックになります。また、ヘッドレストの裏面が、プラスチックの内張りになっていますね。よく見ないと気づかないレベルでも、しっかり配色管理していますね。差し色として入れているサテンメッキのような褐色は、ブラック色でも同様にデザインされていますね。このような特殊な作りになっているためか、このヘッドレストは取り外しができないようですね。ヘッドレストの下を見てみると、通常存在しない柱が中央にもう一つ設定されています。この柱はスピーカー用の配線を通すためだと思われます。では、次にエアリーグレーシートの背面を見てみます。そもそもエアリーってどういう意味なんだと、感じている方もいると思ったので、調べてみたところ、英語表記だと、エアーイーだそうで、気づくほどの重さがない様。空気のように軽い。風通しが良いといった意味を持つようです。確かに、白に近い色をしていると、パッと見て軽く感じるような気はします。そして、風通しが良いという点については、シートのステッチを見ても、風通しの良さを感じませんか？今見ている背面だけで言うと、腰から上の上部のステッチは、縦のステッチでデザインしていて、上部からの風を腰に流し入れやすいように、隙間がステッチで作られ、腰の接する付近では、側部から風を流し入れやすいように、横筋のステッチを入れている。そして、座面を見てみると、前方からのエアコン送風が足の隙間を通れるように、縦筋のステッチを入れている。つまり、パッと見た外観でも、軽くて風通しが良さそうで、実際に乗り込んで、エアコンをかけてみても風通しが良いと感じれるかも。私の妄想も入ってしまっていますが、実際に乗り込んで座ってみると、ステッチによって形成された山を太もも裏で感じられるので、多少なり、太ももとシートの間に隙間は空いていて、風通しが良くなっているのだと思いました。そして、エアリーという言葉の意味に話を戻すと、ブレイブリーデフォルトと呼ばれるゲームを思い出しますね。2012年10月に発売された名作になりますが、序盤から登場するこの妖精の名前がエアリーと言います。デザインを見ても、ふわふわした身軽な印象がありますよね。ただ、妖精は、終盤になると、姿を変えて主人公たちと敵対することになります。しかも、オーラもまとい出しますね。なので、エアリーと聞くとこのゲームを思い出してしまう。それで、オーラの本革シート仕様を確認してみると、ブラックとエアリーグレーの2色、二面性を持っていますね。しかも、白黒で対照的な色合い。ブレイブリーデフォルトでいうところの信頼と裏切りの二面性。何か関連性を感じてしまいました。先日紹介した、オーライベントを耳にして、もしかしたら、まだ企画計画しているかもと思ったので、ブレイブリーデフォルトでなくても、エアリー関連でイベント来たら興奮しそう。ちなみに、ブラック色のシートはこんな外観でした。カメラ越しだと反射で白っぽく見えますが、実際に見てみると、もう少し黒かったような印象でした。白っぽい色だと汚れないと感じる人のために、少しアップでも撮影してきました。1万キロ以上走っても、ほとんど汚れていませんでした。シートを触ってみた時の感覚は、お伝えするのに限界があるので、この凹み具合からご想像お願いします。縫い目が多いので、ちょっと表面が硬めのシートかなといった印象です。そして、コンソールやインパネの褐色ですが、エアリーグレーだと明るめの木目褐色がプリントされています。周囲のファブリックは、内装ブラック仕様と同様のグレーでした。内装ブラックの褐色部品と比較をしてみましょう。内装ブラック色仕様の場合、やや暗めの木目褐色となっていました。どちらの木目も内装色に合っていて、素敵なデザインですね。木目の向きを見てみると、縦方向に木目筋を入れていますね。このおかげで、コンソールが縦にシャープに見えるので、スタイリッシュな印象を抱きました。ぜひ、オーラを購入検討している人は、実車でもチェックしてほしいですね。
私の嫌いなピアノブラックが、スイッチ周りに付けられていますが、周囲が艶の低い木目化色なので、艶の高いピアノブラックをスイッチ周りに付けることで、程よくシフトやスイッチが強調されますね。アンビエントライトも付いているので、夜間はこのピアノブラックで入ること間違いなし。昼間は木目で演出、夜間はピアノブラックで演出。この二面性たまらんですね。助手席から、コンソールのシフト周りを見てみましょう。この中央のデザイン、助手席の座る人にもアピールできるのはいいですね。そして、インパネ側にも実は木目化色があり、コンソールと同じ柄の明るめの木目柄化色が設定されています。コンソールの木目デザインと異なり、インパネ側では横に木目筋が入っていますね。内装色がブラックだと、少し暗めの木目柄ですね。しかも、周囲を見てみると、木目柄の部品の上の合皮の色合いも違いが見られました。エアリーグレーだと、白目の合皮ですね。カタログだけ見ると、シートがメインで配色が変わっているように見えますが、実際に比較してみてみると、細かい工夫が散りばめられていることが分かりました。運転席側もベンチレーター付近を見てみると、ちゃっかり、シートと同じ白目の合皮が設定されていますね。合皮の上にファブリックって豪華だな。ベンチレーターの前には、ドリンクホルダーが設定されています。ここにスマホを置くと、スマホ画面の下半分が見切れるので、スマホホルダーを搭載してみました。こちらの動画で詳細仕様を紹介していますが、ワイヤレス充電可能で自動でスマホをグリップしてくれます。スマホホルダーの固定部はドリンク容器のように円形で、固定用の板を3方向に出せるので、オーラでも固定できることが分かりました。コンビスイッチやステアリングなど、周囲の部品と接触しないようにアーム調整はしましょう。そして、リアシートも見ていきます。シート柄は基本的に全席同様です。リアコンソールは、真っ白ですね。ドリンクホルダーは2つ設定されていて、渦巻きのような円形の筋が入っています。滑り止め対策用ですかね。シートベルトも真っ白だ。内装色ブラックの場合では、先ほど白で配色されていた部位がブラックに変わっています。リアコンソールも同じく見てみると、先ほどのドリンクホルダー部がブラックになっていました。このような視点で、ツイード調織物と合皮のコンビシートも見てみると、比較すべきポイントはどこなのかが、わかりやすいのではないかと感じました。そうは言っても、カタログだけでは、触り心地や光の当たり方での外観変化などはわからないので、ディーラーにお願いして、自分が見たい仕様の実写を見せてもらえないか、交渉することが最も不満なく購入できる術だと感じました。わざわざ皆さんが足を運ばずとも、動画で仕様チェックができるように、今後も継続して動画投稿していきますので、よろしくお願いします。それではまた。